はい、こんにちは、梅野です。本日はネモフィラの撮り方をやっていきたいと思います。はい、今回撮っていく写真の一例がこんな感じになってます。それでは撮っていきましょう。はい、では1枚目撮っていきます。ネモフィラはかなりちっちゃいお花になりますので、まずはちょっと全体じゃなくて小さく撮ってみたいと思います。で手前のここの部分を前ボケに使いまして、で背景のとこにあるちっちゃいちょっとだけ背の高いネモフィラにピント合わせて撮っていきます。なのでカメラはこんな感じで構えて、手前の方は前ボケで、この辺もボケさせて背の高いネモフィラだけにピント合わせて撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。手前の方とか背景とかは全部ボケさせたいので F 値 2.8 に設定しました。シャッタースピードは500分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で露出はちょっと明るい感じを出したかったのでプラス 0.7 に設定しまして、マルチパターン速報を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の方はボケさせまして、でピントを合わせたちょっと背の高いネモフィラは3分割の右上の交差点付近に配置しています。で背景が草がありますのでちょっと暗い緑色になることで手前の明るさと背景の若干暗さと明暗さを出せたと思います。暗い緑色の背景のところにピントを合わせたネモフィラを配置してますので、明るい青色と暗い緑色の対比になってよりネモフィラの綺麗な青色が映えるんじゃないでしょうか。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。手前のネモフィラをした前ボケに使いまして、1本背の高いネモフィラがありますのでそこを狙っていきます。で今回は縦構図で狙うことで手前の方はボケさせて、で背景に、木があると思うんですけれども、あそこの木漏れ日が玉ボケになりますので、手前の白さとでピント合わせたネモフィラのちょっと上のところに玉ボケを入れて撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前をボケさせて、で背景も玉ボケを出したいので F 値 2.8 に設定しました。シャッタースピードは640分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。でここは露出プラマイゼロのマルチパターン速報を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。下の手前のところはネモフィラでボケさせまして、で背景は玉ボケがあるところを選んで撮ってみました。で縦構図で撮りましたので、バランスよく写真を配置できたのと、メインのネモフィラは日の丸構図のところに配置してます。F 値 2.8 にしてちょっと明るい写真になりましたので、手前のネモフィラのところの花びらがちょっと幻想的になったんじゃないでしょうか。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。今まではこのネモフィラを主題に撮ってきましたけれども、あそこに綺麗な展望台がありますので、あそこにピントを合わせて手前のネモフィラをボケさせて副題として使っていきたいと思います。でピントを合わせるのは屋根があるところになってまして、で手前のこの何ですか、道が曲線で綺麗だったなと思ったので、カメラをこういう感じで構えまして、手前のネモフィラをボケさせて道がこう向かっていってピントが合っている屋根のところ、そんな感じの写真を撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は4に設定しまして、ピント合わせたいところにしっかりとピントが合う設定にしています。シャッタースピード100分の1秒になってるんですけど、焦点距離30ミリぐらいで撮っていきますので手ブレしないので ISO 感度100で OK です。で露出プラマイゼロのマルチパターン速報を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントを合わせたのは展望台の特徴的な屋根のところになってまして、手前のネモフィラは前ボケとして使わせていただきました。で主題と副題が逆転しているような写真になるんですけれども、ネモフィラのこの色が綺麗なので結構存在感はあると思います。
で途中のこの道も曲線で綺麗でしたので、手前がボケて奥に行くほどピントが合いますので、この曲線とピントの位置と相まって奥行きを感じる写真になったんじゃないかなと思います。では次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。ここ使っていくレンズは超広角ズームレンズを使っていきまして、広角を使うことでダイナミックな写真を撮っていきたいと思います。でアングルは今みたいなハイアングルから撮りまして、で奥の方のネモフィラにピントを合わせることで高さのあるネモフィラが、ボケてくれますので、何ですか、高低差を出して撮ることができます。でこの超広角を使うことで端っこのネモフィラはちょっと斜めにピンピンって、歪むんですけども、それを活かして撮っていきたいと思います。で普通に、撮影すると下の地面背景が汚いんですけど、そういうところまで映ってしまいますので、ここはハイライト重点速攻を使うことで明るいネモフィラは適正露出で、背景の映したくない地面はちょっと暗めになりますので、そういう設定で撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。ピントを合わせたネモフィラ以外はボケさせたいですし、背景もできるだけ映したくないので F2.8 に設定しました。この場合でシャッタースピード800分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で露出値はそのままプラマイ0にしまして、ハイライト重点速攻を使うことで背景の地面を暗くして映していこうと思います。はい、撮った写真がこんな感じになります。奥のネモフィラにピントを合わせたことで背の高いネモフィラはボケてくれましたので、高低差を感じる写真になったんじゃないでしょうか。でハイライト重点速攻を使ったことでネモフィラは適正露出で綺麗に映ってるんですけれども、背景の汚い地面だったりとか緑の部分は暗めになることで隠すことができました。望遠レンズでハイアングルから撮ってもいいんですけれども、広角レンズを使うことで広い範囲が映るのと、四方八方に歪んでるだけなんですけど、四方八方に行く感じがあって、真ん中のところに目線が来るような写真になったんじゃないでしょうか。はい、最後はまたこの望遠レンズに変えて撮っていこうと思います。でこちらですね、手前にネモフィラが咲いてまして、背景に黄色の金線花が咲いてますので、ここ撮っていきます。で動画では見えにくいんですけど、いろいろ角度見てた時に手前にネモフィラがあって、その背景にちょうどこの金線花をかぶせることができるポジションがありましたので、日の丸構図でシンプルに撮って、ネモフィラの周りを金線花の黄色が覆ってくれるような、そんな写真で撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ネモフィラにピントを合わせて、で背景の金線花は色の要素として使っていきたいので F 値を 2.8 に設定しました。この場合でシャッタースピード1000分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO感度100で OK です。で露出はプラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。シンプルに日の丸構図で撮りまして、ネモフィラにピントを合わせて撮っています。で背景の金線花は F 値 2.8 にしたことで色の要素として使ったような感じになります。ネモフィラの青色と金線花のオレンジ色がちょうど対比になりまして、よりネモフィラの青さが目立つような写真になったと思います。でネモフィラと金線花、それ以外の背景を大体暗めに撮ることができたので、より日の丸構図の良さっていうのを活かせた写真になったと思います。はい、本日はネモフィラの写真を撮りに来ておりました。今日がですね、残念ながら曇天になってまして、光の向きとかを使った写真は撮れなかったんですけれども、曇天は曇天でお花のこの色の綺麗さを出すことができますので、今日はそういう写真をメインに撮ってみました。ネモフィラは全国的にいろいろ咲いているところがあると思いますので、ぜひ皆さんも撮りに行ってみてください。では今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。